暗殺されそうになったのはトランプ氏。実際に消えたのはバイデン大統領。なぜだろう。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。約1ヶ月前にトランプ前大統領が暗殺されそうになった。おかげさまで耳だけで済んだんですが、残念ながらその日に一人の方が亡くなられて、もう二人の方も撃たれたこともあったから、かなり衝撃的な一日でした。その時からのこの1ヶ月の間、大統領の面からアメリカを見ると、すごい動きがありますよね。撃たれたトランプが、その印象的な手を挙げたファイトの印象からトランプにすごい波が来た。この人がアメリカのために戦うというイメージがものすごく強くなったんですよね。トランプよりではなくても、この人はここまでなぜやられるのかっていうトランプ派に変わった人が多くて、それだけはね、不思議ではないんですよ。やっぱりこういうのがあって、印象的なイメージからいくと、このトランプがすごい嫌われてることがみんな明らかに分かって、なぜこうなったのか、なぜもっと守られることがなかったのかっていう、怪しい目から、このトランプ暗殺未遂事件を見るようになった。ちょっと怪しいんじゃないかって思っている人がどんどん増えた中で、いきなりバイデン大統領がパッと消えたんですよね。バイデン対トランプだったんですよね、その時まで。その後までもそうだったんですが、いきなり突然、あっという間にバイデンがハリスが上がってきた。動きを非常に面白いというか、不思議というか、おかしいというか、少なくと言えるのは今までアメリカにこのようなことがなかったんですよね。バイデンがどうなったのか、どこにいるのか、なぜ出てこないのか。ハリスはね、できる人だったら、もう3、4年前に、もう下から上がってきたと思います。彼女がもともとそんなできない副大統領として、ずーっと下に行って、隠れたところに行って、で、突然、ハリスが上がって、バイデンがもう消えていくと。バイデン大統領といえば、トランプの暗殺未遂事件の後はすぐコロナになりましたよね。その時からもうなんでかわかんないんだけど出てこなくなったんですよ。バイデン大統領は大丈夫生きてるのかっていう噂話が当たり前だと思うんだけど、アメリカの大統領は何日間が消えてしまうと気になる方が多い中でどうなったのか。それで突然 X、元ツイッター、アメリカ時刻の日曜日の日に投稿されたのは、おります。ハリスを支持しますという。X で日曜日に大統領は出てこなくて、一つの文章で自分はおります。ハリスが上がってきます。という突然のことが怪しく思っているアメリカ人が多いと思いますよね。その後、バイデンはもうどんどん続くんですよね。映像に出てきたバイデンが今度、今までのバイデンより背がなんか伸びた？コロナかかって背が伸びることある？というジョークじゃないんだけど、別人に見えるバイデンが現れたり、大統領はどこにいるの？なんで国民に直接話をしないのか？バイデンはなぜ降りたのか？それか、脅されたのか？ということは非常に気になる。私も含めて気になるアメリカ人が少なくはないと思います。バイデンは長年、もう50年近く政治家としてやってきたんですよね。私、個人の意見を置いておいても、少なくとも政治家としてのプライドがあると思うんですよね。ジル夫人もものすごくあると思います。ワシントン DC のパワー、力、お金に完全に操られていることが間違いないと思うので、あんなに簡単にそれまでは、よし、トランプに勝つぞ。トランプはダメ。民主主義にはすごい危険のあるトランプはダメって俺に任せてくれって強く言ってきたバイデンが突然に X でやめます。降ります。って出てこなくなる。裏で背景には何があったのか、そんな急になることが。脅されたんじゃないかと思いますよね。元大統領、オバマ、そして力のめちゃくちゃある
ナンシー・ペロシなどの人たちが心配になったと思うんですよね。大統領同士の討論会の時のバイデン大統領のパフォーマンスがね、誰から見てもやっぱりこれはやばいと。でもそれでも本人が風邪ひいてたと。ね、ちょっとその日はダウンした。確かに、あまりうまくやらなかったということを認めて、でも俺に任せてくれて強くバイデンがいきなり消えたと。アメリカ憲法25条っていうのはあるんですよね。これは大統領内閣から大統領を見て、いや、この人は能力的にとか不自由になって大統領としてもやっていけないという判断が副大統領も含めてね、この判断をして辞めさせる。非常に簡単に今説明したんだけど、そういうのもあるんですが、脅迫されたんじゃないでしょうか。ちゃんと降りなかったら、ちょっとどけてくれないと、これは内閣として使います。アメリカの初、辞めさせられたそういう大統領になるんじゃないかということが言われたんじゃないかというふうに、なるほどなぁと思いますよね。まもなく民主党党大会が開催されます。なんかね、バイデンはまだね、本当にまだ元気なのであれば、まだ終わりじゃないんじゃないかと思いますよね。結局、ハリスに行った彼に投票された人たちの1400万人の方に支持されたバイデンさんが、ね、頑固の親父なら、まだ邪魔しようとする可能性があるんじゃないですかね。元気でいるの限り、自分もちょっと振り返って、なんで辞めさせられたのか。なんで俺が降りたのかって、その党大会に出てくる、なんか面白いハプニングがあるかなっていうこともちょっと感じますよね。楽しみですね。それよりもっと重要なことは、今現在のアメリカの大統領はどこにいるのかということなんですよ。バイデンはまだ大統領なんですよ。一応。大統領なんですけど、出てこない。この世の中の戦争、中近、アジア、中国、ロシア、ウクライナなどなど、アメリカの公共、アメリカ国内の治安などのいろいろなひどいことの中にアメリカの大統領リーダーシップ、リーダーとしてはどこにいるのかっていうことは、俺は個人的には知りたい。私の周りの人たちのみんな知りたい。誰が実際にコントロールしているのか、誰がやってるのかっていうことを知りたいわけ。バイデン大統領。私は支持してなくても、アメリカの大統領として悪く望んでいること一つも全くありません。アメリカ人としてアメリカの大統領を元気でやってもらいたいです。意見が違っても、意見が多少も私は個人的に好きじゃなくても、支持してなくても、アメリカの大統領、たった一人しかいないので、その人が元気で強くいない限りは、アメリカも全世界舐められるんじゃないかと強く思います。今のリーダーはどこにいるのか。これからのこともちろんいろいろあると思うんだけど、今現在、今度の選挙、そして年末、年明けまでのリーダーがいないといけない。誰がいるんですか？バイデン大統領大丈夫でしょうか？心配になります。暗殺されそうになったトランプ。実際にパーッと消えたのはバイデン。皆さんはどう思いますか？裏の裏に我々は普通の人が見えないところになんか変なのがあったのでしょうか？スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。なんかいろいろあったと思いますよね。私たちには見えてこない。教えてもらえない。隠れて、数十年後に明らかになってくるんじゃないかって、ケネディ大統領の暗殺、ケネディファミリーの暗殺の事件は相次ぎにあって、その事実も60年前のことでしょうか？まだその事実が出てきてないです。ちなみに、一つだけ言っときます。トランプ前大統領がもし47代目のアメリカ大統領になった場合、ケネディ暗殺事件の時からの情報、書類などを全部オープンに出すって言ってますよね。それも考えてみてくださいね。トランプはなぜこんなに嫌われているのか、なぜトランプがトランプを脅されているのか、そしてなぜ日本で
トランプのことについて正しく報道されないのかということについても今度お話したいと思いますので、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。そして、スティーブ的視点のグッズがあります。独占グッズもここでしか買えないものです。stevepod.jp が一番安く手に入れられるところなんですが、Amazon の方が楽のであれば、Amazon Japan でスティーブ的視点を検索してみていただければ、キャップとか T シャツとかステッカーなどのオリジナルグッズが出てくるので、これからアメリカと日本のためにもう努力したいと思います。私は。皆さんの力もぜひ貸してください。一緒にサムズアップ的に笑顔で元気でやっていきましょうね。よろしくお願いします。では、失礼します。